はい、今回はラウディブルを改造します。2017年に FMA シャーシ採用マシン第1号として登場した実車系のミニ四駆になります。通常キットのボディは青ですが、今回はスターターキットについているスモークの透明ボディを使っていきます。そのラウディブルのボディを今回スーパー X シャーシに乗せ替えます。重ねてみると少しボディが浮いた感じになるのと、そもそもボディを止めるところがずれていて、そのままでは乗らないシャーシなんですね。この辺りを回収して、まずはスーパー X に乗る状態に持っていくところからスタートしていくんですが、その前に今回せっかくのスモークボディなので、前後のウィンドウは透明なまま活かしたいと思っています。そこで作業中に大きい傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。このテープはボディの加工後やサーフェイサー後みたいな、工程が一段落するたびに張り替えて進めていきます。大雑把ですが裏側もこんな感じで覆ってますね。さらに透明ボディって加工していく上でちょっと見づらいので、表面だけ軽くヤスリがけしてから作業に入っています。ボディの内部はシャーシとの間にかなりゆとりがあって、5、6ミリぐらいまでならモーターやギアカバーが干渉せずにボディの位置を低く下げることができます。ここまでの作業で先ほどズレがあったボディキャッチの位置もぴったりとスーパー X シャーシに合わせています。で、ボディが下がったことで本格的に干渉するのがタイヤですね。ここからはボディの形も少し変えつつタイヤをカウルに収めていきます。ボディの素材が ABS なので、造形を加えるためにこういう使わないシャーシを壊して ABS の板を用意して接着しています。意外と ABS のプラ板って売っていないので、シャーシで長めの板が調達できるのは助かりますね。で、今回パテも結構がっつり使っていて、さっき削ったタイヤ周りなんかはボリュームを見ながら2度に分けて持っています。ただ、パテメインの造形ってやり始めると結構沼なんですね。
なので本当は流用できるパーツを見つけて土台を作れるならなおいいと思います。ここにつけられた緩い角を平らに削り込んでなくすために、あらかじめパテを裏打ちしています。造形用のパテですが、補強を兼ねたこういう使い方もできますね。ここでは少しディテールを追加していきます。ボディには直接接着しないパーツなので、通常のプラ板やプラ材を使って組んでいきます。
リアは VS シャーシのリアステをベースにして、その上に今作ったパーツを乗せてボディとの形を合わせています。その下に FRP や通常のリアステを重ね付けできるように、高さは低くなりすぎないように位置を調整してますね。加工段階で400番のヤスリを多用していたので、このサーフェイサーからヤスリ掛けの作業もいつもより回数が増えています。一度吹いただけだと、こういう造形したところとかヤスリの粗が残るんですね。サーフェイサーを吹いてヤスリ掛けを繰り返して、最終的に1200番のサーフェイサーを吹いた時に納得できる状態を目指しています。途中でサーフェイサーを重ねるうちに埋まってしまいそうな浅い段差や筋彫りも軽く彫り直しています。こんな感じでこの工程も、細かいところまで気にし始めると沼ですね。今回使った色は少なめで、塗り分けも言うほど手の込んだマスキングもせずに済んでいると思います。ただこのガンメタルとホイール以外の黒は半光沢で、メインカラーのグレーとオレンジは光沢仕上げで艶の変化は出していますね。